今日は7月30日水曜日です。約2年引きこもって社会復帰まであと2日です。リワークとかの施設に通ったわけでもなく、勢いで一社受けて内定いただいたからって決めて、前日まで何のリハビリもせずぐうたらしていたので、とても緊張しています。仕事だけに救いを求めて生きて、家出して心を壊して仕事に行けなくなり、上司から休職命令が来た時はほっとしたのと同時にすぐ復職のことを考え始めました。それでもどんどん病んでいって行為に走り、休職してから3ヶ月は週に一度上司に会いに職場に行くことだけが曜日感覚と時間感覚の頼りというありさまでした。週に一度面談以外は家に閉じこもり、電気も消してずっと天井を眺めながらこの最悪な人生に思いを馳せていました。3ヶ月何もできなかったけど、上司に復職のためにとリワークを進めてもらったあたりから徐々に回復してきて、簿記の勉強を始めました。リワークが開始する前の3週間くらいは1日15時間ぐらい勉強して、簿記3級と2級を取得しました。もともと働かなくてよいならずっと勉強していたい性格です。一日中時間も気にせず勉強に専念できたあの日々はとても幸せでした。しかし調子に乗った私は、あろうことか1年はかかると言われる公認会計士試験と日商簿記1級に手を出そうとします。それほど簿記の勉強が楽しかったのです。ですが、もちろん挫折し、次に私が目をつけた時間つぶしが YouTube でした。1本目、江戸川乱歩の朗読を投稿したきっかけは、人生のやりたいことリストです。すでに休職してから1年経とうとしていた私は、簿記の勉強で使っていた iPad のノートアプリにやりたいことを書くようになっていました。今の職場から異動になったら私は生きていけるんだろうかと思うくらい職場に依存し、職場のことしか四六時中考えていなかった私にとって自分でもびっくりする出来事でした。頭では離れて時間が経てば発狂しないのだろうと思っていても心が離さなかった。でも私は休職して1ヶ月後にはもう職場に未練を感じていませんでした。そのやりたいことリストの50個目ぐらいです。何気なく書いた YouTube に動画を投稿してみる。やってみようと思ってその場で青空文庫で江戸川乱歩の2000廊下を検索して実家で収録し、インターネットの海に投げてみました。今思えば大事な1本目を朗読とは伸びないし、クリックもしにくいのにと思いますが、もちろん当時の私にそのような知識はありません。SNS をしたことはありましたが、それとはまた違う。動画が誰でも検索しやすい場所に投稿された感覚が面白くて、投稿直後は自分でよく再生しに行ってみました。一本で終わるつもりでした。人間ができる機能としてYouTube に動画を投稿してみたいという本当に些細なやってみたいことの一つを達成したというだけです。2本目の動画まではだいぶ時間が空いたと思います。2本目の動画は上司への愚痴です。あまりにも過激すぎたので今は非公開になっていますが、似たような内容のノートの記事はまだ販売されたままです。私は去年の9月に復職する予定でした。このあたりを詳しくは話さないので、気になる方はノートに書いてあると思います。その復職予定がボツになり、その時の上司の言動に納得のいかなかった私は、あろうことかネットの海に愚痴を言いました。チャンネルのブランドを育てていく上でマイナスになるかと思い非公開にしましたが、その2本目の動画が私にとって転機でした。動画を作ることが楽しかったのです。
Vlog を作ってみたいと次第に思うようになりました。私はとにかく多趣味で中途半端です。読書、映画、ピアノ、小説書き、チェス、ルービックキューブとか。でも学生の頃ならすごいとなっても、社会人になれば何も生産性のない生み出すことのできない趣味だと自分に言い聞かせていました。勝手ながら思ったのです。私の上達しない趣味も、うじうじした考えも、動画にしてコンテンツにして皆さんに見ていただけたのなら、数字として何か残るものになるのではないかと。結局、私は最初に思いついた Vlog と物語パートを半々にするという動画企画も頓挫し、またしても中途半端を皆様にお見せすることになったのですが、こうやって長々と気持ちを書いてしまうのも私の悪い癖です。動画作りは本当に手探りでしたが、学ぶことが好きな私にとっては天国でした。中途半端でもとりあえず出してしまい精神のせいで皆様には低クオリティの動画をお見せしてしまい大変申し訳なく思っております。口では目指せ20万人なんて言っていましたが、もちろん本音は一人も登録者さんも見てくださる方もいらっしゃるとは思っていませんでした。今の時代は無料で大量のエンターテインメントを摂取できる時代です。私の動画を見るより Google で検索した方が障害者手帳の申請の仕方は分かりやすく出てくるし、もっと面白いエンターテインメントの動画は山ほどあるし、聞くだけでも心地の良い音が聞こえる良質な Vlog もたくさん見ることができます。そのようなネットの海から私のことを見つけてくださって、さらに登録までしてくださった102人の皆様、本当にありがとうございます。感謝してもしきれないと思います。一度でも見てくれた方、本当にありがとうございます。YouTube 始めるぞという気持ちでもなく、職場体験みたいにぬるっと始めた YouTube ですが、皆様が見ていただけることが楽しくてここまで続けることができました。YouTube やその他 SNS をやらなければ私はもっともっと病んだ休職、ニート生活になったと確信しております。入院することもなく、家で泣きながら大暴れすることもなく、病みながらも大病みしなかったのは、明日はどんな動画作ろうかなと考えられる環境があったからです。再就職先が決まったのだって動画で就活してみたっていう動画を撮ろうと思えたからです。大学時代は大量に面接をブッチしましたが、1社目から面接に行けたのも面接行ったぜという動画を撮ろうと思ったからです。だから次は社会復帰してから1週間の Vlog でお会いしましょう。今日も明日も皆さんが無事に生きられますように。バイバイ。
お金またはクレジットカードを入れてください。